はい、こんにちは。今日はですね、8月6日、6ですね、水曜日ですね。今日、ニュースでね、すごいよくやってたことについて、ちょっと、取り上げてみたいと思うんですけど、テスラ社のテスラの自動運転システムの件で、ちょっとニュースになってましたね。テスラ社が賠償金を払う判決になったということで、8月1日に判決が出たそうなんですけど、まずどういった事件かなというと、2019年なんですよね。6年前なんですね、遡ること。これアメリカのフロリダ州でオートパイロット、自動運転支援のこのシステムのことをオートパイロットというそうですけど、を使用していたモデル S、車の車種ですよね、テスラの。これが停止中の車両に衝突してしまったそうなんですよね。で、22歳の、その停止中に車に乗ってた22歳の女性が死亡して、同じく乗ってた交際相手の方も重傷を負ってしまったと。で、その時に運転手の人は、交差点で右に曲がろうとした時に、スマートフォンをその前に落としていて、それを拾おうとした時に、その交差点赤になってて点滅になって止まってなきゃいけないのに、オートパイロットシステムなもんで、なんかその車が進んでしまったと。しかも60マイル、約100キロですごいスピードですね、これ。で、右に曲がろうとしたけど、そこの車に、止まってた車に思いっきりぶつかっちゃったっていう事件なんですよね。で、結局、8月1日に判決が出たのは、陪審員はテスラ社が、33% 過失があるとして、賠償金として2億4300万ドル、329億円ですよね。っていう賠償金を支払ってくださいっていう判決を命じたそうです。で、これに対してテスラ社は控訴する方針で、運転者はじゃあ67% の過失があるということになるんですけど、過失の判決は出たんですけど、そもそも被告ではなかったそうで、支払いの義務はないそうです。主に金額とかね、お金に関しては、テスラ社が過失することになっているそうですね。ポイントとしてはですね、そのオートパイロットという自動運転支援システムに関する死亡事故で、今回の事件がなぜ取り上げられたかっていうと、今までも取り上げられてるんですけど、今回とても日本のニュースでも取り上げられてるんで、なんでかなって調べたら、そういったね、システムで死亡事故で初めてテスラ側の方で過失を一部でも認定して賠償金支払ってくださいと命じたケースとして初めてだったそうなんですよね。なんかちょっと意外ですよね。ちょっと意外。民間の陪審団が判断したっていうのはこれで初めてのケースだそうで、もう少し言うとなんでかっていうと、テスラ社のそのモデル S の車、自動運転システムはもともと高速道路向けの設計をしているそうなんですよね。高速道路でそのオートパイロットを使ってくださいって感じで作られてるんですけど、それにもかかわらず、その一般道路とか交差点でも使用できている状態がいけないんじゃないか、どうなんですかということで問われたと。で、調べるとですね、僕ね、恥ずかしながら知らなかったんですけど、これまでも何件かそういったシステムで事故が起きているそうで、2018年にはフロリダのバナー事件というのがあるそうです。で、中央分離帯ですよね。道路の真ん中の線ですよね。に、車が突入しちゃったそうですね。で、それで運転手の方が死亡したんですけど、これも一応判決は運転者がですね、注意を怠ったっていうことを主張して、和解に至っているそうです。運転者の家族の方ですかね。で、2019年ですよね、カリフォルニアのモネット事件というのもあって、こちらも同じく中央分離帯に突入してしまった。
でもこれは判決はまだ保留中だそうで、オートパイロットは完全に自動ではないですよと、テスラ側が反論している状態で止まっているそうですね。2022年ミシガン州事故、停止中の消防車に突っ込む事故で、死者はないだそうなんですけど、訴訟は取り下げていると。相手側がですね。向こう、消防車側の方ですかね。で、または政府の調査のみで終わっているそうですね。で、またもう一個ある。2023年、オートパイロットによる急加速でコントロールが不能になったっていうケースがあったそうです。で、陪審裁判ではテスラ側が勝訴。これも運転手の不注意ということで、そういう判決が下ったそうですね。自動運転システムっていうでも自動じゃないですよね。自動ってどれぐらいのレベルがあるのかっていうのもやっぱ重要になってくるそうで、よく知らなかったんですけども、自動運転で走ってるってことはもう完全自動だと思ってたんですけど、ちょっと違うそうなんですよ。まずこのオートパイロットっていうシステム、自動運転支援システムについてなんですけど、アドバンストドライバーアシスタンスシステム ADAS というそうで、完全な自動運転ではないそうです。まずで、自動運転の国際基準というのがあって SAE というんですけど、これではレベル2、レベル2ですね、相当の支援機能だそうで、これは運転者の常時監視が必要だそうです。ステアリング、ハンドルとかですよね、に手を添えて操作可能な状態になってなければいけないっていう基準があるので、だから運転手のその不注意という点が今まで言われてたんですね。でも今テスラ社はフルセルフドライビングという FSD ですね、というもうちょっと高度なものを今もうベータ版試験中なんですよね。やってるんですけど、でもこれも高度なんですけどレベル2だそうです。レベル2なんで、これも完全な自動運転ではないので、ドライバーの責任も問われることがあるってことですね。じゃあまずこれレベル2なんですけど、どういう機能を果たしているのかっていうんですけど、というところで、まず車線を維持するということですね。同じ車線走ってるようにするために機能しますよというのと、で2つ目は前の車との車間距離を保ちながら加減速すると。で3番目、高速道路の出入り分岐をナビに従って自動操作するよっていう機能で、4つ目が縦列並列駐車を自動でやります。これありがたいですよね。駐車場とかね、縦列とかね、車の免許の合宿とかね、でやりますけれども、結構難しいですよね。で、多分街中で、都会とかだったらやるのかもしれないですけど、あと道端のね、ちょっと5分ぐらいすぐね、立ち引くときに、ちょっとだけ止まるっていう時にやったりすると思うんですけど、あんまり自分も経験がないので、いざ、やらないといけないってなると、ちょっと、できるかなってなるので、でこれを自動でやってくれる機能があるそうです。で、5番目、駐車場の中で車が自動でドライバーの元へ移動してくれるそうですね。これでもアメリカとかだと駐車場すんごい広い場所もあるんでいいかもしれないですけどね。日本だとどうですかね。なんかでっかいショッピングセンターとか1階2階とか階層があるところはやってくれるのかな。ちょっと疑問ですけど、まあね、ずっとね、ただ広いところだったらいいかもしれないですけどね。あとね、その高齢者の方とかね、やっぱり遠くまでちょっと歩くの大変だという方はすごくいいですよね。なんでちょっとね、可能性についてもやっぱ考えると、やっぱね、認知症の方とか、ね、体力がね、なかなか運転するのに、そこまで体力がちょっとないよっていう方、あと免許返納した後の方とか、車椅子の方とかね、視覚障害があって
運転を難しい聴覚障害の方はって運転できるじゃないですか、免許持ってる。でも視覚障害の方は運転できないことになってますよね。でそういう方でも可能性としてこういう自動運転支援ができればすごくいいんですけどね。あと子供なんかもね、通学のためにとか、塾に通う、習い事行くために使うときにその自動運転できればいいんですけどね。あと仕事の方はね、作業しながらとかでもいいですよね。でもこういった作業をするためには、先ほどレベル2って言ったけど、言ってるんですけど、それじゃ全然足りないと。レベル4とレベル5、これぐらいのレベルのその国際基準が必要だそうで、だいぶもっとよりレベルが高いものになります。レベル4、5だともう寝たままでもいいとか、もう何も触れずにステアリング、ハンドル触れなくていいっていうレベルになるので、そこまで行くのは早く行ってほしいんですけどね。早く行ってくれればみんなすごいね、素晴らしいんですけど、やっぱでもこういう事件が、その合間に大きな事件が起きてしまうというのも、悲しい現実ですね。次回はね、今最先端のレベル何なのかとか、日本ではね、どういった事件が起きているのかっていうのをね、ちょっと調べることができたらいいなと思ってます。じゃあ、では、また次。またね。